富田さんが今年すすったベストラーメンをちょっと教えていただきたいなと。美味しかったっていうか、あと安すぎる。顔が名刺だと思ってんの？いやいや、そんなことはないですけど。すする TV。ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね1年に一度行われますタクメン .com さん主催のジャパンベストラーメンアワードの授賞式に参加してきます。イエーイ。というわけで本日はねこの赤坂ガーデンプレイスという建物の中で名だたるラーメン店主さんたちが集い、今年のねベストタクメンやらラーメン店主さんたちが選んだベストラーメン店を決めるジャパンベストラーメンアワードがね発表されるということで、私すするもしっかりねスーツ着てきましたんで、まあちょっとスーツの下はこのすする T シャツなんですけど、そしてね今回名だたるラーメン店主さんたちたくさん来ておりますので、せっかくなんでねちょっとラーメン店主さんたちにも今年のねベストなラーメンをちょっと聞いていければなということで、早速すすりに行ってみましょう。レッツゴー。というわけで第12回お取り寄せラーメンオブザイヤー、そしてジャパンベストラーメンアワード2022が開幕。名だたるお店が受賞され、そしてそのラーメン店主さんたちも会場にいらっしゃいました。ここですするさんにお言葉をいただきたいと思います。お願いいたします。はい、本日お忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。私のことをご存知でないという方もいらっしゃるかと思いますので、最初にちょっとご挨拶の方をさせていただきたいと思います。ずるずるとすするです。YouTube で毎日ライブすするものをすするお願いします。授賞式の詳しい様子はサブチャンネルで公開されるので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてください。そして今回ジャパンベストラーメンにあやかり会場に来られたそうそうたるラーメン店主の方々に今年のベストラーメンを伺ってみました。一体どんなラーメンが選ばれるのか、早速インタビューしてみましょう。ご無沙汰してます。中華総富田富田さんです。よろしくお願いします。今年のベストラーメンをちょっと伺っていろんな方に、富田さんが今年すすったベストラーメンをちょっと教えていただきたいなと。いきなり？前もって言ってる。ちょっと考えさせて。またもう一回来て。元祖さみ生天ラーメン鈴木の店主さん鈴木さんです。よろしくお願いします。お願いします。スーさんのベストラーメン教えていただきたくて、赤羽の高橋さん。お、麺高橋さん。はい。ラーメンですか？ラーメンです。ラーメンの。お、そうなんですか。はい。やっぱり昔を思い出させてくれるのと、あとやっぱこの時代にワンオペでああいう何も変わらずやってるのが本当に僕はこれこそまさに孤高のラーメン屋。確かにすごいなと思ってる所存でございます。高橋さん昔から本当にすごいと思ってたんで、やっぱ改めて最近食べると余計感じますかね。はい。ちょっと今度また行って、僕もまだ1回しか行ったことないですね。はい。で1万円両替するとバレるんで、小銭を持ってルールがあるんで、はい、すいません、ありがとうございます。はい、すいません。千葉からのおかみさん、長谷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のベストラーメンを伺ってまして、今年のベストラーメンというか、3、4年ぐらい前に家族で大阪行った時にいろいろラーメン食べ歩いたんですけど、その時はあんまりちょっとあんまり印象になかったんですけど、この間久々に大阪行って角屋はいはいはい。でつけ麺を食べてすごい感動しました。美味しかったです。前回も行ったんですけど、その時私ラーメン食べちゃったんで、で主人がつけ麺食べてすごいこうビシッと綺麗にこうまとまった麺のね感じがすごいいいですよね。角屋さん、こっちのベストラーメン角屋食堂。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では豚星の店主さんの大塚さんです。大塚さん今年のベストラーメンってあります？ラーメン二郎西田駅前店です。おお、いいですね。結構直券の好きなんですか？行きます。そうなんですね。確かに西大うまいです。夜ですか？西大。昼もうまいし夜もうまいです。結構夜の西大が好きで、生姜トッピングあるじゃないですか。あれ生姜半分っていうとなんかうずらをくれるサービスがあって、あと西大といえばあれがいいですよ。水槽というか。水槽。なぜか店内に水槽があってなんか魚が泳いでるっていうラーメン二郎らしからぬなんていうか店内装飾が。結構好きで西田さん、結構あそこなんかいろいろ楽しませてくれますよね。大塚さんより喋ってる。白ってなるちょっとね、めっちゃあるから本当に。ありがとうございます。
相談します。名刺ないですか？なんで名刺ないしだったの？すいません。顔が名刺だと思ってんの？いやいや、そんなことないですけど。何者だかわかんないじゃん。お前だからお前自身が怪しいから。僕たち警戒するじゃん。すぐ名刺作ろうぜ。あるけどな、一応あるんだけど、やっぱ確かに最近ちょっと慢心があったから、確かにそうだね、それに関してはなんかもうみんな知ってんだろうみたいな。確かに慢心めっちゃあったから名刺作ろうそれ。そうだね。というわけで、もてなし黒木の倉石さん、前一回中華そばとうとうぶりでなぜか鉢合わせるっていう事件がありまして、隣に座ったらまさか黒木さんがというわけで黒木さんにも今年のベストラーメンを伺いたいんですけど、はい、同じ塩ラーメンなんですけど、大井町のロスターリンさん、ひらがなの「す」がカタカナの細麺の塩。ああ、なるほど。確かにあの一杯結構他変え難い塩というか、もうあれはちょっと震えた。本当に震えた。めちゃくちゃパンチありますもんね。いや、ある。一口目からもう勢いがすごくて、すごいあやっぱニンニクありですか？ありで。やっぱありの方がいいで。うちはリニューアルしたんだけど、うちもニンニクとかそんなに入れないじゃない。そうですね、普段ね。だけど、うちね、ちょっとだけ入った。ネギとかと合わせて、そうなんですか？あの一杯を食べてから、そうなった。なるほど。そうなっちゃった。ちょっとエッセンスを入れるというか。ちょっと今度また黒木さんぜひ伺わせてください。待ってます。すいません、ありがとうございます。おーし、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃないと、佐賀の日光県、佐賀北九州ですか、間ぐらい、美味しかった、美味しかったっていうか、あと安すぎる、550円ですよね。だからもうみんなで詰めて、絶対値上げした方がいいって言って、かたくなに親方、一流店さん最後550円だったから、それの味に到達してないとかって言うから、全然俺、2800円だから、全然食べたいもん、美味しいから、日光県、なので日光県です。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ご紹介いただいて。というわけで、富田さん、今年のベストラーメンをぜひ教えていただけると。相当悩んで、ノスタさんの太麺、ポン酢、ポン酢の方ですか？はい、ポン酢に青唐トッピング、はい、青唐やっぱいいですよね。ラーメンに入れる青唐めちゃくちゃうまい。この麺に青唐が、ポン酢はでもちょっとまだ食べたこと食べてないです。元祖ポン酢なんで、山中さんがもう食べとくべき。絶対。で、ニンニクは多分ない方が、そうなんですよ。青唐とポン酢のバランスがいいから。ニンニク入るとごちゃごちゃしちゃうから。確かに。ニンニクが支配しちゃうとかそういう感じになりますね。俺はもうぜひすぐ行きます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。恐れ。一緒見てくれてるんですか。さあ、というわけで、ジャパンベストラーメンアワーズ表彰式も終わりまして、いやーよかったっすね。でもね、まさか吉村さんまで来ていただけるとはびっくりしましたけども、それでもたくさんの素晴らしい店員さんたちにお越しいただき本当に嬉しかったですね。というわけで表彰式が終わりまして、今めちゃくちゃお腹が減ってるところですんで、これからお取り寄せラーメンオブザイヤーにて大賞を受賞されましたスタマンそば、鈴木さんですね。元祖スタミナ満点ラーメン鈴木さんのスタマンそばをね、すすらせていただけるということで、作ってもらってるんでちょっと待ちましょう。来ましたね。朝からでも全然食べたいわ。普通にやっぱスタマンってすごいな。今回ニンニクと生姜トッピングもしていただいてるんでね、ありがたいですね。てか米欲しいんだけど、米あるかな。いただきます。まずはスープからですね。おお、いい匂いだな。てか今それこそね、港区赤坂にもありますからね、スタマンね。味するな、マジで。やっぱ覚醒の一杯だな、やっぱ。すごい。いやー、やっぱね、こういうちょっと一仕事終えた後のたまんねえ、マジで。生姜とニンニクもめちゃくちゃうまいですね、やっぱね。もうスタマンっていうかね、この麺の迫力もやっぱ半端ないんですよね、やっぱ。この極太の自家製麺ね、食べ応え抜群、満点、本当に。ではこちらの自家製太麺の方もすすらせていただきます。すする。いや、麺のね、この小麦感もね、しっかりと残ってますね。やっぱ冷凍だろうとなんだろうと。
やっぱ匠さんね、本当にこのお店の味がそのまんまもうダイレクトに冷凍されてるんで、もうほぼそのままのお店の味を 100% 楽しめるんですよね。いや、肉もうまい。やばいかも、本格的にご飯が欲しくなってきちゃったな。やば、油。うわ、やべえ、油やばい、やっぱうまっ。これやばいっすね、やっぱこの食べ物本当に発明だと思う。こんなにも人を夢中にさせる食べ物がありましたか、今まで。うまいわ。何回食べてもうまいし、何回食べても飽きないって本当にすごくないですか。うまっ、マジで。今回のこのスタマンが、タクメンのお取り寄せラーメンオブザイヤー総合大賞ということで、もう本当全国各地にいるラーメン好きの方々がもうこのスタマンをね、自宅ですすったんじゃないでしょうか。それこそ僕もラーメン好きたちと一緒に行くラオタキャンプとかでね、キャンプの時にね、みんなでスタマン一緒にすすった記憶あるんで、そういった時にも活用できるのはこのタクメンの良さですよね、やっぱ。いや、油やっぱうまいですね。いやー、大満足でした。こそれ。はい、というわけで、無事ね、式も終わりまして、店員さんたちとも挨拶して、いろいろ話させてもらいました。すごかったですね、でもね、ほんと。やっぱりね、なんやかんやっても初めて僕、家系ラーメンの総本山、吉村屋の、もう吉村実、もう会長ですよね。初めて、生で見たんですけど、やっぱりすごかったわ。もちろん、オーラも半端ないけど、やっぱりね、喋ってることの、重みというか、年月をね、こう積み重ねてきても、吉村さんもいろいろとこう経験した上で、口調はやっぱ結構ね、ガッっていう感じ、もう結構ガッっていう感じでいくんですけど、それでもやっぱりね、こう筋が通ってるなというか、そういったところでやっぱ、僕は昔の吉村屋っていうね、そのテレビ番組のね、あれでしか、見たことがなかったんですが、やっぱ吉村さんに初めて会えたのすごい嬉しかったですね。他にもやはり、こう、日本のラーメン界を背負っていく、富田さん、飯田さんをね、中心としたたくさんの店員さんたち、さらに今年ももうほんとたくさんお世話になりました、スタミナ満点ラーメン鈴木ね、鈴木店主とか、様々なね、店員さんにお会いすることができて、いやー、よかったですね。だから来年もほんと、またこの企画できたらと思うんで、タクメン .com もね、家でも、どこでも、美味しいラーメンをね、すすれる素晴らしい、サイトだと思うんでね、ぜひぜひね、活用していっていただけると嬉しいです。それではまた来年、同じ時間、同じ場所でお会いしましょう。ごちそうさまでした。